木戸孝允の外交政策とその影響。イントロダクション。この動画では、明治時代の日本を象徴する政治家、木戸孝允の外交政策とその影響について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で詳しく解説します。木戸孝允とは、木戸孝允って誰なのだ？木戸孝允は幕末から明治時代にかけて活躍した政治家で、明治政府の初代内閣総理大臣でもあるの。彼の外交政策は西洋との交流を深めるために日本の近代化に大きな影響を与えたの。それってどういうことなのだ？彼は日本の近代化を推進するために西洋の文化や技術を日本に取り入れることを重視したの。そのために積極的に外交を行って西洋諸国との関係を深めたの。その結果、西洋の科学技術や教育制度が日本に導入されて日本の近代化が進むきっかけを作ったのよ。木戸孝允の外交政策。木戸孝允の外交政策って何だったのだ？彼の外交政策は西洋との外交を大切にしていて、西洋の先進的な制度や文化を取り入れようとしたものなの。これは明治維新という大きな変革を支えて日本の近代化を推進するためにとても大切な政策だったのよ。その政策で何を取り入れたのだ？彼の政策によって日本は西洋の科学技術、教育制度、政治体制とかを取り入れたの。具体的には鉄道や電信といった新技術、公共教育の普及、立憲主義に基づく政治体制の確立とか、これら全てが日本の近代化を推進したのよ。木戸孝允の外交政策の影響。じゃあその政策がどう影響したのだ？彼の外交政策のおかげで日本は西洋の科学技術や制度を取り入れて近代化を進めることができたの。それは今の日本の社会や文化にも大きな影響を与えているのよ。具体的にどんな影響があったのだ？例えば教育制度の面では西洋式の学校が設立されて一般の人々にも教育の機会が広がったの。それから科学技術の面では鉄道や電信などの新技術が導入されて日本の産業や交通網が大きく発展したの。さらに政治体制の面では立憲主義に基づく政府が成立して国民の権利と自由が保障されて社会全体の発展と安定をもたらしたのよ。まとめ。近代日本を形成した政治家たちは、彼らの時代に存在した問題を解決し、日本を成長させるために様々な政策を実施しました。その中でも、木戸孝允の外交政策は特に重要でした。彼の政策によって日本は近代化を遂げ、現代の日本が形成されました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。